というわけで皆さんこんにちは、こんばんは、高山です。前回絶対に買うべきノート PC ベスト5という動画を投稿したんですけど、ありがたいことに先日50万再生を突破しました。本当に嬉しいです。今回はその続編として絶対に買うべきノート PC 大画面編をお送りしたいと思います。前回の13インチ前後のノート PC とは違って、より実用重視ともいえる 15.6 インチ以上の大画面ノート限定で紹介します。それでは早速いきましょう。第5位は ASUS の ZenBook 15になります。 ASUS は台湾のメーカーになるんですが、昔からマザーボードとかをねずーっと作っているパーツメーカーです。今回紹介する ZenBook 15は大画面ノート PC の中でもダントツでデザイン性がいいです。まずディスプレイの画面占有率は約 91% で枠がほとんどないです。このギリギリまで詰めたベゼルのおかげで 15.6 インチの大画面でありながら本体のサイズは最小レベルです。もちろん厚みも約 19mm と非常に薄くてかっこいいんです。重量は約 1.7kg とめっちゃ軽いわけではないんですが、デザイン性を考えると十分に軽いです。そしてこのノートパソコンの最もトリッキーなところはトラックパッド部分に搭載されているスクリーンパッドと呼ばれる独自機能です。これは指で操作するトラックパッド部がディスプレイになっていて、スマホのタッチパッドのような操作を可能としています。自分でカスタマイズしたショートカットなどを埋め込むことができて、本来のトラックパッドにプラスした操作性を実現しています。これはね、なかなか面白い機能です。スクリーンパッドに映像を流すといったデュアルディスプレイとして使用することもできるので、これをねカフェなどで見せつければ全員二度見すること間違いなしです。もう完全に未来のノートパソコンですね。メモリも 16GB 搭載、 SSD は M.2 接続で 512GBあります。 CPU は10世代 Core i7 を搭載しているので、お仕事はもちろん簡単な動画編集にも対応可能です。学業でね使うパソコンとしても申し分ないですが、ちょっとね性能は余ると思います。また今まで僕が紹介してきた PC はコストパフォーマンス重視のモデルが多いので、メーカー直販で納期が長かったりすることが多いんですが、このモデルは Amazon で普通に買うことができるので、すぐに入手したいって方にもおすすめできるモデルです。売り切れていたらごめんなさい。第4位はデルの G315 プラチナです。モデルナンバーは3500になります。この PC はジャンル的にはゲーミングノート PC という部類に入ります。グラフィックボードは GTX1650Ti というなかなか高性能な NVIDIA のボードを積んでいます。さらにゲーム性能に特化しているので、ディスプレイは 120Hz の高速駆動に対応しています。普通のノートパソコンは 60Hz ぐらいで動いているので、2倍ヌルヌルな映像体験が可能です。 FPS ゲームを本格的にプレイするユーザーには必須とも言えるポイントですよね。そしてストレージは M.2 接続の 256GB に加えて、データ保存用の 1TB HDD も搭載しています。これによって動画編集前の撮影データやゲームの録画データなども HDD に大量に保存することができます。後で増設したり外付けを買ったりするのが面倒というユーザーにはありがたいですよね。メモリも 16GB 搭載、 CPU もパスマークスコア12000程度でゲームや編集も難なくこなします。このようなゲームプレイや配信、動画編集に特化した性能を持ちながら、お値段は11万円程度となかなかコスパの良いモデルです。特にね高性能なグラフィックボードを搭載して 120Hz 駆動するディスプレイ込みでこの値段はなかなかないので、このポイントにねビビッときた方はぜひ検討してみてください。デザイン性とかバッテリー持ちとかよりはね、電源につないでゴリゴリに使う超実用重視なモデルです。なお近年のねパソコンパーツ、特にグラボが超絶価格高騰している現状を考えると多分すぐに売り切れます。もうこれは先に言っときます。今回ね売り切れで紹介できなかったパソコンが本当に何種類もあるんですよ。そんな事情もあってちょっと売り切れそうな怪しいやつも申し訳ないですがランキングに入れています。第3位は LG のグラムシリーズです。このノート PC はかなり CM にも力を入れていたりしたので、知っている方もね結構多いと思います。このモデルの一番の魅力はグラムと名前がついている通りめっちゃ軽いノートパソコンということです。
軽さを求めたノート PC ってだいたい13インチ前後のものが多くて、15インチ以上になるとほとんど軽いモデルがないんですよね。そんな中で LG グラムは16インチの大画面で重さ約 1.2kg を実現しています。比較的軽いと紹介した5位の全ブック15よりさらに 500g 軽いです。大きい画面じゃないと嫌だ、でも持ち運びもしたいから薄くて軽いモデルがいいと、そういった難しい注文でも LG グラムならバッチリです。本体の厚さも約 17mm と非常に薄いのでカバンに余裕で入ります。性能も申し分ないです。 CPU は最新の11世代 i7 を搭載しているので超高速なことに加えて GPU 性能が非常に高いです。ある程度の動画編集や設定を調整すれば最新の 3D ゲームも動きます。フォートナイトなんかはね普通に遊べちゃうレベルです。 SSD は 512GB、 メモリも 8GB か 16GB で選択できます。さらに LG グラムには17インチの超大画面モデルもあるので、とにかくでかい画面を求めているユーザーにバッチリハマります。こういう特大サイズのノート PC はなかなか数が少ないのでかなり貴重な存在です。こちらも受注生産ではなく Amazon で普通に購入できるのでお急ぎの方にもおすすめできるモデルです。でね、1点だけ欠点を挙げるとするなら価格がちょっと高いです。2020年発売の1つ前のモデルなら CPU は10世代になりますが価格が4万円ぐらい下がるので安く手に入れたい場合はこちらを検討してみてください。第2位はレノボのレギオン760になります。このモデルは性能を完全に振り切ったフルスペックモデルです。CPU は最新の Ryzen 5000シリーズでパスマークスコアはなんと23000もあります。僕の自作 PC より高性能。メモリは 32GB 搭載、 SSD は 1TB を搭載しています。さらにグラフィックボードは RTX の3080を搭載していてノート PC でこれ以上の性能は難しいっていうレベルまで到達しているモデルです。正直言って僕の VR とかに使っているメインの自作 PC より全てのスペックで上回っています。最強です。ディスプレイも最高 165Hz 駆動が可能で先ほど紹介したデルの G3 よりさらに高速で表示できます。もうねここまで来ると目で認識できないレベルの高速液晶ですよね。最新の 3D ゲームを超高画質でプレイしたい方や 4K 動画をゴリゴリに編集したい、そんなユーザーにぴったりなモデルです。もちろん VR ゲームなんかも余裕でプレイできます。デメリットを挙げるとするならば電源につないで使うこと前提のモデルとなっているのでバッテリー持ちは超悪いです。高表値 2.9 時間とか書いてあったので実使用は2時間も持たないかもしれません。あともちろんですが値段も超高いので本当にね最高級のモデルを求める方のみ検討してみてください。そしてデル G3 でも触れましたがこのモデルも在庫がほとんどないです。一応ね言い訳すると発売日は21年4月19日なんですが今こうやって編集している段階でまだ発売してから2週間しか経ってないんですよ。本当に高性能 GPU を搭載しているパソコンは一瞬で在庫が解けます。動画視聴時にね在庫がなかったら本当にごめんなさい。一応ね概要欄に同じぐらいの性能を持っている PC も載せておくので売り切れていた場合はそちらも検討してみてください。第1位はデルのインスパイロン155515になります。はい、前回に引き続いて1位はインスパイロンシリーズになります。この5515は21年4月に出た新作となります。前回紹介した5504、5505のマイナーアップデートとも言える位置づけです。この5515を1位にした理由も前回とほぼ同じで最もコストパフォーマンスに優れた両モデルだからです。 CPU は今年発売の最新の Ryzen CPU でパスマークスコア16000もあります。ちょっとやりすぎですけど少ないよりは絶対いいです。またこの Ryzen 5000シリーズは4000シリーズに比べてバッテリー持ちがかなり良くなっていると言われています。メモリは 16GB デュアルチャネルで SSD は M.2 接
属の高速 512GB です。これだけの超オーバースペック搭載で価格は8万円台です。めちゃ安なんですよ。特にライゼン5000シリーズは今年の最新モデルなんで、これを搭載している PC はもうちょっと高いです。またメモリ 8GB のワンランク下のグレードなら6万円台で入手できるので、以前紹介した5504、5505よりもこっちを買った方がお得だと思います。簡単な動画編集もできて 3D ゲームもある程度プレイ可能な優秀なモデルです。学業利用やビジネス用途、プライベートでの利用にもぴったりなバランスの良いノートパソコンだと思います。14インチ版の5415も同時発売しているので、自分の好みのサイズを選べるのも利点ですよね。こちらも概要欄にリンクを載せておきます。あとデメリットとして、前回同様にかなり売れているモデルなんで、納期がねどんどん伸びる可能性が高いです。届く時期だけはしっかりデルのサイトで確認してから注文するようにしてください。はい、というわけで5つの大画面 PC を紹介しましたが、いかがだったでしょうか。近年の情勢の影響で世界的に PC パーツの品薄が続いているので、どれもいつ売り切れになるか分かりません。こちらはあらかじめご了承ください。前回もね動画を投稿してすぐに1位2位3位全部売り切れ値上げみたいになっちゃって、めちゃめちゃコメント来たんですよ。本当に申し訳ないです。またコスパめっちゃいいのに、この動画編集中に売り切れになっちゃって泣く泣くボツになった PC が何種類かあるので、こちらも概要欄にリンクを載せておきます。もしね見た段階で在庫が復活していたらラッキーって感じでね検討してみてください。そして視聴者の皆様が思うおすすめの大画面ノートもあったらぜひコメント欄で教えてください。僕もね前回かなり参考になりました。知らなかった PC もね何点かあって、うわーこれ紹介したかったなっていう素晴らしいコメントもたくさんいただきました。本当にありがとうございます。ご意見やご感想もねお待ちしております。本当にコメント欄は役に立つ情報めっちゃ詰まっているので、ぜひね最後に覗いてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それでは良き PC ライフをまたお会いしましょう。バイバイ。